未来はプネート、夏野ゆきです。初心者向けボイロイドスタジオ講座、第7回目は髪型のアレンジを解説します。最初に髪の毛を増やす方法をいくつか説明します。その後、毛先の調整とハイライトの位置調整を行います。最後に追加した髪の毛に揺れの設定を行います。今回の完成形はこんな感じです。アレンジ前と比べると印象が大きく変わっています。それでは始めていきましょう。髪の毛を増やす方法で一番簡単なのは、ガイドグループを複製する方法です。今回は横の紙を使ってもみあげの部分の紙を増毛したいと思います。まずはどの紙を複製するか決めます。今回はこの紙を複製してみようかなと思います。選んだらグループがわかるので、グループに名前を付けます。右クリックして名前を変更。元の名前を消して、横紙01としましょう。OK を押します。そして、もう一度右クリックして複製をします。ヘアリストの一番下に複製されました。複製したことがわかりやすいように名前を変更しておきます。横紙01のコピーの01としておきましょう。OK を押します。カメラを正面に戻したら、横紙01のコピーを選択して、選択ツールの移動や拡大を使って位置を調整していきます。それではやってみます。少しズームアウトして、拡大ツールで横幅を小さくして、縦幅は伸ばしてみましょう。ぐるっと眺めてみると、元の髪型とコピーした髪型がぶつかってしまっています。もう少し内側に調整する必要がありそうです。表示がおかしくなっているところを見ながら位置を調整していきます。これで髪の毛は重ならなくなりました。正面から見て位置を確認します。一度何もないところをクリックして眺めてみましょう。そうすると髪の毛が肌にめり込んでいる箇所があることが分かりました。ここですね。この状態はガイド全体の移動や拡大だけで解決することは難しいので、少しだけ細かい調整を行います。対象のガイドを選んで、選択ツールが選ばれていることを確認してください。もし、移動や回転、拡大のスイッチが入っているようであれば、オフにします。ここからは、紙のガイドの制御点を操作して、髪の毛のめり込みを解消していきます。制御点は一つ一つ操作をすることができます。左右対称に操作をしたいときは、ミラーボタンを押してチェックを入れます。そうすると、左右対称に操作をすることができるようになります。では、微調整してみましょう。少し拡大して、横に引っ張り出しながら、肌に重ならないように調整していきます。横の部分はこれで大丈夫そうです。毛束が一つだと寂しいので、もう一つガイドを複製してみたいと思います。複製したいヘアを選んで、コピーする前に名前を書き換えるところですが、今回はわかりやすいトップという名前がついていたので、そのまま使います。右クリックで複製。下の方にできているので、名前を変更で、コピーの01、OK。
そして、複製したガイドを選んで、選択ツールで少し位置調整をしながら、拡大縮小をかけていきます。選択が外れてしまった。はい。そして、こちらもめり込んでいるところがあるかもしれないので、よく眺めながら調整していきます。ガイドの状況を見ると、どう考えても頭にめり込んでいるので、この辺を膨らませていきますね。少し横に広げます。毛先も少しだけ内側に巻き込んでみましょう。はい。こんな感じでどうでしょうか。次はヘアの複製についてです。前髪など左右対称ではないパーツで、毛の量を増やしたいときは、近くにある紙を選んで、複製すると簡単に増毛することができます。アクティブになったヘアのヘアリストで、右クリックを押して複製すると同じ位置にヘアが複製されました。同じ位置だと意味がないので、位置を調整します。ヘアの位置を調整するには、制御点ツールを使います。表示されている制御点を操作して、位置を調整します。例えば、こんな感じ。どうでしょうか？簡単に増毛することができました。ここまでは既存のヘアの複製で増毛してきましたが、せっかくなので書き足す方法もやっておきましょう。今回は頬にかかる髪の毛を書き足してみたいと思います。まずは新規ガイドを追加しましょう。手書きヘアを作るを押して、新しくガイドグループができました。名前を変更しておきましょう。右クリックで、名前を変更。元の名前を消して、頬、髪としました。OK を押して確定します。ガイドを選択して、ツールは選択ツールにします。移動回転拡大は一旦オフにしておきましょう。右側のパラメーターで、ガイドパラメーターのところまで行きます。頭に沿わせる前後、頭に沿わせる左右というのがあるので、これを調整して、前後なので、こっちですね。調整して、顔にどれぐらいフィットするかを決めます。あとは、横も同じように、顔にどれぐらいフィットさせるかを決めます。ガイドの黄緑色の線が、他の髪より上に来ていると、頬髪を描いたときに、頬髪の方が外側に来てしまうので、内側に収まるように調整していきます。この時、ミラー操作がオンになっていることを確認しておきましょう。肌に沿うような形のガイドができました。それではヘアを書き込んでみましょう。ブラシツールを選んで、軽く書いてみます。すると、少し太いように思うので、太さを調整します。ヘアパラメーターの太さを小さくしてみます。この時厚さも合わせて小さくしてみましょう。ではこれで書き込んでみると、とても細いヘアになりました。少し細すぎる感じがするので、ちょっとだけ
太さを大きくして、また試してみます。はい。これぐらいの毛の太さで描いてみたいと思います。カメラの位置を調整して、描きやすい向きにしたら、少し上の方から、ぎゅーっと引っ張ってみましょう。描けたら正面から確認します。一発で狙った位置に描くのは難しいので、制御点ツールを使って調整しましょう。ヘアを選ぶと制御点が表示されます。制御点がたくさん表示されて、細かく調整するのがめんどくさいよというときは、スムージング機能を使うと制御点を減らすことができます。スムージングはヘア一つ一つに行うか、ガイドでまとめて行うことができます。右クリックを押してスムージング、またはキーボードの S キーで適用することができます。スムージングの結果がわかりやすいように、試しにヘア一つに対してかけてみようと思います。この状態で S キーを押すと、このようにコントロールポイントが減りました。今回は左右対称に髪の毛を追加しているので、ガイドに対してスムージングをかけたいと思います。一旦変更は元に戻します。はい。では、ガイドに対してスムージングをかけます。この状態で、今 S キーを2回押しました。この状態でヘアを見てみると、確かに制御点が減っています。髪の毛の位置を調整していきましょう。いろんな角度から見ながら、流れが不自然にならないように調整していきます。少し髪の毛が肌にめり込んでいるので、ガイドの選択ツールを選んで、パラメーターでオフセット、肌からどれくらい離れているかの調整ですが、少し離すことでめり込みを解消します。でもまだめり込んでますね。これは髪の横のコントロールポイントをちょっと膨らませましょう。はい。これで狙った通りの頬髪ができました。次は毛先の調整を行っていきます。プリセットの髪型でも毛先の向きを変えるだけでオリジナリティがぐーっと上がります。前髪の流れを変えてみたり、横の髪の毛の前後の散らばりを調整するだけでもかなり違って見えます。また、ガイドの制御点を使って髪の毛を外側に跳ねさせたりすると雰囲気がすごく変わります。では実際にやってみましょう。まず前髪から調整していきます。まず制御点ツールを選んで、編集したい髪を選んだら、制御点を調整していきます。こんな感じで前髪の流れを整えていきます。地道な作業でめんどくさいですが、現実の髪と違って一度調整すれば済むので、ここは頑張ってやりましょう。今回はこんな感じにしてみました。続いて髪を外跳ねにしてみましょう。跳ねさせたい髪を選んで、その髪が含まれているガイドを探します。ガイドを選択したら、選択ツールに切り替えて、ガイドの制御点を外側に調整します。先端を少しだけ外側に跳ねさせるので、こんな感じにしようかなと思います。これを
いろんな髪の毛に対して順番にやっていきます。よいしょ。だいぶ印象が変わったかなと思います。さらに、襟足のあたりも羽紙を作っていきましょう。はい。毛先の流れの調整が壊れました。全体的に外側に跳ねさせてみました。正面からのシルエットが変わるだけで、だいぶ印象が変わったんじゃないかなと思います。では最後に、ハイライトの位置調整について説明します。今回のモデルでは、ハイライトのズレがあまり目立っていませんが、髪の毛を追加した場合や、流れを調整したときに、ハイライトの位置がずれて、ガタガタになってしまうことがあります。ハイライトの位置が揃っていると、整っている感が出るので、細かいところですが、こだわって調整していきましょう。では、調整の仕方を説明します。調整したい髪を選んで、右側にあるテクスチャーパラメーターのハイライト位置を調整します。大まかな位置はスライダーで調整できますが、微調整を行うのは難しいです。そういう時は数値を直接入力します。現在がマイナス 0.073 になっているので、0.07 にしてみると、少し上にずれました。この髪はこの設定で良さそうですね。では隣の髪を調整します。こちらも大まかな位置はスライダーで調整して、割とぴったり合っちゃったな。はい。数値を直接入力で調整します。今マイナス 0.079 なので、0.07 だと上に上がりすぎましたね。なので、0.083 くらい。尖角になってしまっている。0.083 くらいにすると、ちょうど良い位置に来ました。全体的にぐるっと眺めてみて、位置がずれているところがないか確認して回りましょう。パッと見で不自然だと感じる部分がなければ大丈夫です。一つの目安として、真上から眺めたときに、ある程度綺麗な円になっているのが望ましいかなと思います。ハイライトの位置調整は単純にハイライトの位置だけではなく、例えば追加した横髪の色調整にも使えます。試しにやってみましょう。髪を選んで、ハイライトの位置の調整で、グラデーションをかけて明るくしたり、上の方からハイライトを持ってきたり、こんな感じで色の調整が行えます。今回は元に戻しておきます。ハイライトの位置調整の説明は以上です。編集した髪型を保存して終了します。上書き保存。今回のアレンジでは髪の毛を増やしているので、増やした髪の毛に揺れの設定をしていきます。
右の方にある紙の揺れ方を設定ボタンを押します。揺れ方を編集する画面になりました。今回は立体型の方に前髪と横髪、頬の髪を追加しているので、これらに揺れの設定をしていきます。まず前髪ですが、こちらはすでに存在する防音グループに追加してみようと思います。マウスの左クリックで髪の毛を選択します。もしクリックしても髪の毛が選択状態にならなかった場合は、Vloid Studio 自体を再起動してみてください。それでもクリックで選択できない場合は、防音未設定のヘアグループの中から対象のヘアを選択してください。選択できたら、今度は追加する先の防音グループを選びます。近くにある髪の毛を選んで、クリック。ハイライトされた髪の毛が所属する防音グループが分かったので、防音グループを選択します。下の方にスクロールして、防音グループに髪を追加ボタンを押します。これで防音グループに髪を追加することができました。次は左右の髪の揺れの設定を行っていきます。揺れの設定は右側、左側で個別に行います。ここで一つ注意点です。防音設定済みの防音グループが選択されている状態だと、新しく防音グループを作成する際に意図しない形で防音が追加されてしまいます。なので、何もないところをクリックして、防音グループの選択を解除しておきましょう。では、左側の紙に防音を設定していきます。防音を追加したい紙を1、2、3クリックで選択します。左側のメニューの一番下にある防音グループを作成ボタンを押します。正面のカメラに切り替えて、追加された防音グループの設定を行っていきます。基本的にはクリックで防音グループが選択できるはずなのですが、うまくいかないときは、うまくいきましたね。うまくいかないときは、この一覧から防音グループを選ぶようにしてください。カメラを正面に向けて、新規に作成した防音グループは、デフォルトの状態になっているので、他の防音グループの設定を真似しながら設定していくのが良いと思います。今回は事前に確認済みなので順番に設定していきます。まず硬さは 0.75 に設定しました。衝突半径は 0.001 とします。固定点は防音の開始の位置を表します。ちょっと上すぎる気がするので、下の方に下げます。防音の数も4つは必要ないので、2つくらいにしておきます。これで左側の設定は完了です。同じ要領で右側を設定していきます。紙を選んで、防音グループが設定されていないことを確認してから、防音グループを作成。作成した防音グループを選んで、硬さを 0.75、衝突半径を 0.001、固定点を下の方に下げて、これくらいだったかな。防音の数は2つ。はい。これで設定ができました。紙の揺れ方の設定は以上です。左上の×ボタンを押して、編集画面を閉じます。保存するアイテムのチェックを確認して、上書き保存で終了です。では最後に、今回の成果を撮影しておきましょう。撮影モードに移動して、カメラを正面に向けたら、撮影。名前をつけて、保存。少し斜め向きにしたら、撮影。名前をつけて、保存。以上で髪型アレンジの解説は終了です。最後までご視聴いただきありがとうございました。
チャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。